2026年4月、アメリカボストン総合病院で起きた出来事だ。その日、午後2時17分、集中治療室の心電図モニターが、ほぼ同時刻に5台、フラットラインを書いた。音もなく、静かに、まるで時間そのものが止まったかのように、5人の患者は、それぞれ完全に隔離された個室にいた。互いの顔も知らない、会話をしたこともない。共通点といえば、同じ病院に入院していた、ただそれだけだ。医師たちは全力で蘇生を試みた。12分間、長い12分間だった。心臓は動かず、脳波は0を示し続けた。医学的には死と同義の時間だ。そして奇跡が起きた。5人全員が意識を取り戻したのだ。病室に静寂が戻った後、それぞれの患者は口を開いた。誰かに聞かされたわけでも、示し合わせたわけでもない。なのに、5人の証言は驚くほど一致していた。音楽が聞こえた。白い光がゆっくりと近づいてきた。光は暖かく、恐怖は一切なかった。担当の神経科学教授は首を振った。隔離された空間で同じ薬物投与もない。それなのに、全く同一の視覚体験が起きるはずがない。彼の声には明らかな動揺があった。死の瞬間、人は何を見るのか、脳が沈黙した先に何かが存在するのか。この事件が起きる数時間前、5人にはある共通のいきさつがあった。次のパートでは、あの日の事故以前に時間を巻き戻す。2026年4月、アメリカ・ボストン、春の朝日が街に静かに差し込んでいた。その日、5人の男女は互いの存在さえ知らなかった。一人は定年を間近に控えた元教師の男性だった。朝食を終え、いつものように庭の花に水をやっていた。胸に違和感を覚えたのは、そのわずか数分後のことだった。一人は、出産を翌月に控えた若い女性だった。夫と並んで産婦人科の予約表を確認していた。笑顔だった。その日の昼過ぎまでは、一人は深夜勤務明けの看護師だった。仮眠を取ろうとベッドに横になった瞬間、意識が遠のいた。一人は地元の大学に通う学生だった。講義に向かう途中、突然、路上で倒れた。そして最後の一人は、病院に定期検診で訪れていた中年の男性だった。待合室の椅子に座ったまま、静かに意識を失った。5人はそれぞれ、全く異なる場所にいた。共通点など、何もないように見えた。しかし同じ日、同じ時間帯に、全員がボストン総合病院へと運び込まれた。心停止、12分間、脳波は0を示した。だが、その沈黙の中で、5人はそれぞれ孤立した部屋で、同じものを見ていた。あの白い光を、意識が抜けていく感覚。それは死とも眠りとも違った。5人は後にこう語っている。体から浮き上がるような感じがしたと。午後1時17分、心臓が止まったその瞬間から彼らの意識は奇妙な領域へと滑り込んでいった。集中治療室の天井を上から見下ろしていた。自分の体に医師たちが懸命に触れている。除細動器が当てられる。胸が大きく跳ね上がる。しかし、痛みはなかった。音も遠ざかっていった。
モニターの警告音がまるで水の底から聞こえるようにどんどん小さくなっていく。そして完全な医療スタッフの目には5人はただベッドに横たわる患者だった。意識なし、反応なし、脳波はゼロ。しかし5人の意識はすでに別の場所にあった。暗闇の中に何かが現れ始めた。最初は小さな点だった。それが少しずつ輪郭を持ち始める。熱を持っていた。暖かかった。恐怖ではなく懐かしさのような感情が胸に広がった。5つの部屋は完全に隔離されていた。互いの声は届かない。互いの姿も見えない。投与された薬物もそれぞれ異なっていた。神経科学の教授たちが首をかしげたのも当然だった。分離された環境でなぜ同じものが見えるのか。なぜ全員が音楽が聞こえたというのか。なぜ全員が白い光が近づいてきたというのか。脳が生み出す幻覚ならばこれほど一致するはずがない。そして12分後、5人の心臓は再び動き始めた。しかしその先に何があったのか。光の向こうには何が待っていたのか。彼らが語ったのはトンネルだった。彼らが語ったのはトンネルだった。光の手前に細長い暗闇があった。出口は見えない。それでも足は自然と前へ進んでいた。5人が揃っていった。怖くなかったと、むしろ暖かかった。柔らかな空気に包まれるような感覚だったと。トンネルの壁は黒ではなかった。深い紺色に近い静かな色だったという。音はない。でも音楽だけが聞こえていた。メロディーに言葉はなかった。それでも意味は伝わってきた。来てもいいとそう言われているような気がしたと。そしてトンネルの奥から光が近づいてきた。白ではなかった。正確には白よりも明るかった。目が焼けるはずの光なのに全く痛くなかった。光の中に人影があった。5人のうち3人が同じことを言った。先に言った人がそこにいたと。ある人は10年前に亡くなった母親を見た。ある人は幼い頃に別れた祖父の姿を見た。またある人は顔は見えなかったが声だけで誰なのか分かったという。彼らは皆泣いていた。病室で目を覚ました後も涙が止まらなかった。悲しみの涙ではなかった。会えたという安堵の涙だったと。神経科学の教授は首を振った。記憶と感情の混在による幻覚の可能性は排除できないと言った。しかし続けてこう言った。ただし、5人が同じ人物に会ったわけではない。それぞれ別の個人を見ている。それは単純な集団幻覚では説明がつかないと。光の向こうには何かがあった。5人は確かにそこへ近づいた。ではなぜ彼らは戻ってきたのか。光の直前で何かが彼らを押し返した。その境界に次の真実が隠されていた。5人は光の前に立っていた。それは壁でも扉でもなかった。ただ境界だった。この先へ進むか、それとも戻るか。5人のうちの1人、53歳の内科医は後にこう語った。選択をしていたという感覚がある。誰かに決めさせられたのではない。自分が決めていたと。別の患者も
同じことを言った。引き戻されたのではない。私が戻ることを選んだと。ではなぜ彼らは戻ることを選んだのか。5人全員の証言に共通する言葉が一つあった。声が聞こえた。光の中からではない。背後からはっきりとした声ではなかった。しかし、それは確かに何かを伝えていた。まだ、行くな、そう聞こえた者もいた。帰れ、と聞こえた者もいた。声の主は、誰もわからなかった。個人の声でもなかったという。知らない声だった。しかし恐怖はなかった。むしろ、暖かかった。そのぬくもりが彼らの足を止めた。光へ踏み込む、その一歩手前で、神経科学の視点から言えば、これは臨死状態における聴覚野の残存活動と解釈される。しかし、5人が同じ方向から声を聞いたという事実は、まだ説明がついていない。ボストン総合病院の研究チームは現在、この境界体験のデータを精密に分析している。2026年4月の時点で、論文の発表は準備段階にある。5人は戻ってきた。それぞれの理由で、しかし、同じ場所から、そして戻った瞬間、5人全員が、ある光景を見た。それは、人生のすべてが一瞬で映し出される、あの体験だった。戻ってきた瞬間、5人の目に何かが映し出された。それは映像だった。自分の人生のすべての瞬間が、ある患者は言った。生まれた日から昨日までが1秒で見えたと。別の患者はこう語った。映像には色があった。音があった。匂いまであったと。これを研究者たちは生涯解雇体験と呼ぶ。臨死体験の中でも特に報告頻度の高い現象だ。しかし今回は違った。5人全員がそれぞれ異なる人生を歩んできたにもかかわらずある共通の感覚を報告した。見ていて怖くなかった。そしてもう一つ、すべてに意味があると思った。痛みも後悔も失敗も別れもそのどれもが無駄ではなかったそう強く感じたというのだ。ボストン総合病院の神経科学チームはこの生涯解雇体験の共通性を特に重要な研究対象として位置づけている。なぜなら5人は互いに話していない。病室は分かれていた。家族構成も職業も年齢もすべて異なる。それなのに語る言葉が驚くほど重なった。人生が走馬灯のように流れたという表現は古くから語り継がれてきた。しかし、これほど精密に一致した報告が同時に5人から得られたケースは医学史上記録がない。2026年4月現在、研究チームはこのデータを論文にまとめる最終段階にある。そして5人は今もあの感覚を忘れていないという。死の淵で見た自分のすべての記憶。それが今の自分を変えたと。戻ってきた5人には続きがある。次は帰還の物語だ。モニターが鳴り響いた。心拍数が0を示していた数値が突如として動き始めた。2026年4月、ボストン総合病院の集中治療室。医療スタッフが除細動器を構えたその瞬間、5人の胸がほぼ同時に上下し始めた。
担当医は後にこう語っている。あれほど鳥肌が立ったのは、医師になって初めてだったと。5人は、それぞれ離れた個室にいた。互いの声も、互いの存在も知らないはずだった。それでも戻ってきた瞬間は、驚くほど重なっていた。蘇生後、最初に発した言葉も似ていた。音楽が聞こえた。白い光が近づいてきた。医療チームは最初、偶然だと思った。しかし5人全員が同じ言葉を選んだとき、誰もが沈黙した。神経科の担当教授は記録にこう残している。脳波がゼロの状態で、なぜ同一の視覚体験が生じたのか。現時点では説明できないと、蘇生処置を行った看護師の一人は、取材にこう答えた。患者さんが目を開けた瞬間なぜか、泣いてしまいました。戻ってきた5人の表情は、穏やかだったという。苦しんでいた様子は、なかった。むしろ何かを見届けてきたような顔だったと。死の淵から帰還した人間は、変わると言われている。それは単なる感傷ではなかった。5人はそれぞれ退院後の生き方を静かに、しかし確実に変え始めていた。あの12分間が見せたものは幻覚だったのか、それとも何かもっと深いものだったのか。次は帰還した5人が語るその後の変化だ。静かだった。退院した5人は、それぞれ全く異なる場所で、全く異なる生活に戻った。しかし全員が同じように変わっていた。まず、言葉が減った。無駄なことを話さなくなった。怒鳴ることも、焦ることも、ほとんどなくなったという。5人のうちの1人、52歳の男性は、長年続けていた仕事を辞めた。家族には何も言わなかった。ただ、翌朝から毎日、近所の公園を1時間歩くようになった。理由を聞かれると、こう答えたという。あの光の中では、急いでいる人間が一人もいなかったと。別の女性は、20年間ほとんど連絡を取っていた母親に電話をかけた。何を話したかは本人も覚えていない。ただ、二人で長い時間泣いたという。家族たちも変わった。ある家族は帰ってきた人間の目が前と違うと語った。怖いわけではない。ただ遠くを見ているような静けさがある。と、神経科学の研究者たちは、この変化を臨死体験後症候群として記録している。価値観の転換、感情の安定、死への恐怖の消失、これらは世界中の臨死体験者に共通して見られる現象だ。しかし今回の5人の場合、その変化はより鮮明で、より一致していた。なぜ、死の淵を見た人間は穏やかになるのか。なぜ、あの光を見た後、人は急がなくなるのか。それは単なる脳の反応なのか、それとも何か、科学では測れないものに触れてきたからなのか。次は、神経科学と霊性。二つの視点がこの事件にどう向き合っているのかを見ていく。科学と霊性、この二つは長い間、対立する概念として語られてきた。しかし今回の事件は、その境界線を根底から揺るがしている。神経科学の立場から見れば、臨死体験は説明可能だとされてきた。酸素不足による脳の誤作動、エンドルフィンの大量放出、側頭葉の過剰興奮、これらが組み合わさって、
光や音楽の幻覚を生み出すという理論だ。確かに、一人の患者であれば、そう説明できるかもしれない。しかし今回は違う。5人が別々の部屋で、別々の状態で、全く同じものを見た。同じ音楽を聴いた。同じ光が近づいてくるのを感じた。神経科学者たちが困惑するのは当然だ。個人の脳内反応がなぜここまで一致するのか。現在の科学では、それを説明する理論が存在しない。一方、霊性のそばからは、これはむしろ当然の結果だという。死の瞬間に触れる何かは、個人の脳とは独立して存在する。だからこそ、場所も状態も違う5人が同じものを体験できた。それは、向こう側に本当に何かがあることの証拠だと。どちらが正しいのか、今はまだ誰にも断言できない。ただ一つ確かなことがある。ボストンの5人は全員、あの体験の後、同じ言葉を口にした。怖くなかったと、むしろ帰りたくなかったと。その言葉が持つ意味は、科学の数式では測れない。そしてその体験が彼らに残したものこそが次に明らかになる。この事件の最も重要な確信へとつながっていく。5人は今もあの体験について語り続けている。医師として、科学者として、そして一人の人間として。彼らが口を揃えて言うのは、こういうことだ。あの光の中にいたとき、生きることへの執着がすっと消えたと。それは絶望ではなかった。むしろ深い安らぎだったという。死を恐れなくなった人間はどう生きるのか。答えは意外なほどシンプルだった。5人全員が退院後に大切な人ともっと話すようになったと語った。肩書きでも実績でもなく、ただ隣にいる人の顔を見るようになったと。科学はまだあの12分間の謎を解いていない。だが5人の人生はあの瞬間を境に静かにしかし確かに変わった。もしかしたら死の縁が人に教えるものは向こう側の真実ではないのかもしれない。今ここにいることの意味なのかもしれない。あなたは今日誰かの顔をちゃんと見ただろうか。